で同級生をある日カッときて暴力ってしまって、やっぱ学校行ってないで人と関わることなくなるのでうつ気味になってくるというか、死のうかと思うぐらい病んでましたね。結構生活改善合宿っていうのがあって、埼玉とかその田舎の辺境の地で2泊3日とかさせられるっていうのがあって、さすがにもうこんな行きたくないなと思って、もうしてやったりですね。もう狙い通りです。皆さんこんにちは。一般社団法人未来自立支援機構代表理事杉浦貴信です。今日はゲストいらっしゃってますが、どなたなんですか？はい、私の教え子で約6年間ですね、お世話させていただきました S 君です。お願いします。 S 君はいつどんな理由から不登校引きこもりになられたんでしょうか？中学1年の後半ぐらいの時ですね。もともと自分が人見知りだったっていうのもあるんですけど、過去のその境遇とかもあって、小学校の時も結構なんか暴力的というか、そういう授業を勝手に離脱してどっか行ったりとか、そういうことをしてて、中学に行ってその新しい人がいっぱい入ってくるじゃないですか。その新しい人との輪に溶け込めないし、学校でいろいろうまくいかないしっていうのでストレスが溜まって、で同級生をある日カッときて同級生にちょっと暴力ってしまって、その子の親がうちに来てなんか叱られてっていうのがあって、そこからもう学校なんて行くだけでもうストレスでしかないし、もうどうでもいいやっていうので、中学の時に不登校になりました。その時の生活ってどういう感じだったんですか？その時はもう昼夜逆転で、朝も昼も晩もずっとゲームとか YouTube とか見てるような毎日でしたね。友達とかと。どういう精神状態だったかって覚えてますか？覚えてますね。やっぱ学校行ってないで人と関わることなくなるのでうつ気味になってくるというか、暗い気分になる。普通に死のうかと思うぐらい病んでましたね。結構死のうかなと思うぐらい病んでるタイミングで、いきなり高卒支援会の方が来たりしても結構厳しいと思うんですけど、来た時って最初はどんな感じだったんですか？もう最初はそうです。まず話聞いてなくていきなり来たので、知らない大人たちが来て普通になんか自分がなんか変なところに連れてかれるんじゃないかみたいな警戒心もあって、インターンの大学生が来る前に屋根の上登ったり裸足で逃げたりして隠れたりして逃げてたんですけど、ある日から眠って起きたらなんかその大学生がいて逃げられない状態になってて、そこでもう諦めて自分がうずくまってたんですけど、熱心にずっと声かけてくれて、何ヶ月もかけてどんどん警戒心とかが和らいで、その人とは話せるようになったって感じですね。ちょっと朝起きたらいるってストレスじゃないですか？僕むしろ嫌だなと思ったんですけど。嫌でしたよめっちゃ嫌でしたね。嫌でしたけど、最初の方嫌だったんですけど、やっぱ警戒心が解けてるうちに、やっぱその人が来るのがちょっと楽しみになってきて、一緒になんか映画見たりとかもしましたし、ゲームも一緒にしたりして、この人との出会いがやっぱ高卒支援会に入ろうと思ったきっかけですね。本当にその人が来るようになって、死んでもいいみたいな心境って少しは変化があったんですか？そうですね、結構ありましたし変わりましたね。やっぱ人と関わることによってやっぱだんだんちょっと心も明るくなっていくというか、暗い気分っていうのが、持ち直しはしましたね。今そうやって S 君が、高卒支援会に来たことによって少しずつ心を開いていくみたいなのができたと思うんですけど、この辺って杉浦さんとしては狙いがあったんですか？おばさんとのお父さんが僕のところに相談に見えられて、遠方なんだけど来てもらえませんかっていう話になった。話の中身で言うと相当困ってたわけですよ。彼が住んでたところっていうのが、一回やらかすと町全体があいつダメっていうふうになるようなちょっと封建的なところがあったんで、これはやっぱり本当に第三者が入んないと無理だろうなと思ったんで、ちょうど僕の教え子で、彼のところに行ってもらうことになる子がですね、大学生でちょっと先生暇なんでちょっと僕学生インターンやらせてくださいよって言うから、じゃあお前行っても何にもしなくていいからとにかく話し相手になって信頼関係を結んでこいよと。勉強の話とかしなくていいからなとにかく一緒にゲームやったりとか一緒に遊んだりとかして心を開いてこい。でそんなことで生かしたんですね。でその後彼の方がだんだん学生インターンと彼が慣れてきて距離が近くなったら、
あまりにも遠いんでご家庭の配慮で高卒支援会って今水道橋に教室があるんですけど近いところまで引っ越してきてくれてでそこから通うようになってそれで今に至ってると思うんですけど。でその高卒支援会に行くようになって何かきっかけがあって毎日行けるようになったんですか？そうですね、生活改善合宿っていうのがあって、その学校を週1とかしか自分週5登校だったんですけどめっちゃ休んでる時期があって、週5登校とかで全然学校行ってないとその生活改善合宿の対象にされて無理やり先生と一緒に埼玉とかその田舎の辺境の地で2泊3日とかさせられるっていうのがあって、さすがにもうこんな行きたくないなと思って週5登校するように変わりましたね。ちなみにその中身的にはその合宿って何をする合宿なんですか？朝早くに木の家みたいなのがあって、でそこでその2泊3日するんですけど、材料とかもそこに行く前にスーパーで買ってみんなで作るみたいな。でそれで朝早くに起きてその川があって川でなんかその魚いるか探したりをするっていう、何もないんですることが本当になくて、電波も繋がんないんですよ、スマホも全然。だから本当に苦痛で、楽しいところはあったんですけど、それが過酷すぎてちょっとそこからもうこんな思いするのは嫌だなと思って通うようになった感じです。杉谷さんもむちゃくちゃ笑ってましたけど狙い通りなんですか？もうしてやったりですね。もう狙い通りです。杉谷さんにそう言われてますけど S 君いかがですか？確かにしてられましたね。生活改善合宿のその場所自体も駅から本当に遠くて、絶対脱走しようもんなら普通に迷子になるか死ぬんじゃないかっていうぐらいのところなんで本当にやられましたねそれは。今こうやってカメラの前でも話せるようになったのって、はい、なんか原因とか理由があるんですか？高校の時にアルバイト始めたんですけど、居酒屋の、それが結構大きいかなと思います。居酒屋って知らない人ともいっぱい話すし、特に大人と話す機会が多いじゃないですか。そこで働く中でコミュニケーション能力もある程度上がって、で人見知りもある程度改善されて、大人への敵対心っていうのがだんだん薄れていった。そこがやっぱ自分にとってその大きな転換点でしたね。ジャダとしては成長するためのアルバイトをしろっていう流れだったんですか？単に私が思ってるのは学校に通い始める、これはそんなになんていうのかな、短期的な復学なんですね。で引きこもりの解決って別に学校に復学したからってまたぶり返す子っていっぱいいるんですよ。そうすると、彼みたいにコミュニケーション能力がないままに復学してもまたぶり返す。じゃあどうするの？コミュニケーション能力つけなきゃだ。でもコミュニケーション能力つけるのどうするの？教室じゃ無理なんです。社会全体がこういう子たちをちゃんと鍛えてもらわない限りなかなか立ち直れないんですよ。だから創業した高卒支援会では、僕が理事長時代に必ずこういう子たちに対しては卒業するまでにアルバイトをしなさいと、そうじゃなかったら資格上げなくていいよぐらいのことやんなよっていうことでずっとその指導が続いてるんですよね。それで就職っていうところまでね支援してるつもりなんですよ。当時の引きこもってて人見知りをしてた自分をと今の現在の自分って比較すると自分ではどういうふうに思いますか？いやもう全然人がまず変わったと思います。アルバイトを始める前はおばさんとかとも、普通に暴力振ったり、あっちも振ってくるんですけど取っ組み合いの喧嘩になってたり しましたし、怒鳴り合いの喧嘩とかが多くて本当に大変だったんですけど、そのアルバイト始めてからやっぱ社会に関わるわけじゃないですか。でそこでそのいろんな人と関わるにつれて自分がやってることはちょっとずれてるんだなっていうのを感じて、本当にアルバイト始めてからやっぱすごい変わりましたね。その性格というか内面が短気じゃなくなったというか落ち着きがあるようになりましたね。おばさんからはどういうふうに言われてるんですか？本当に小さい頃から比べて本当によく成長したよみたいな、嬉しいよみたいに言ってくれますね。今は関係性としてはどういう関係なんですか？いや今めっちゃいいです。当時はそんな思ってなかったんですけど、今では本当に感謝してるし、そこからその助けてくれたのもそのおばですし、おばのその昔の話を聞いていくうちに人生を使ってまでの自分にすごいかけてくれてるんだみたいなのを今感じて、本当に今感謝してます。
今大学で勉強されてると思うんですけど、どんな勉強をしてるんですか？主にやっぱ政経学部なんで政治と経済のことについて学んでる最中です。なんで政経学部に入ったんですか？中学生ぐらいの時から政治に興味を持ち始めたっていうのもありますし、自分がその小さい頃にやっぱいろいろ普通の子たちとは違う経験してると思ってるんですね。自分と同じような子供たちを救ってあげられるようなというか、その母親がいなくて結構辛かった時あったんですけど、そうおばがいてくれたんで辛かったのもちょっと半減してみたいなのあったんで、そういう片親だとかそういう苦しんでる子たちの支えになってあげられるような、救えるような人間になりたいなと思って、まず根本から変えるために政治とかを勉強してるって感じです。今後どういうふうにどうなりたいとかどうしていきたいみたいなことって教えていただけますか？大学でちゃんと政治とか経済とか勉強してちゃんと卒業してで親孝行してゆくゆくはその、政治家になれるように頑張っていきたいと思います。皆さん今日の動画参考になったと思うんですね。 S 君本当にですね、児童相談所行った家庭内暴力もすごいひどい状態だった。なおかつコミュニケーションもほとんど取れない子がですよ、ちゃんと例えば居酒屋のバイトもするようになって、しかも大学も行って政治家も目指すようになった。うちの子じゃ無理だなって思うかもしれませんけど、いやいやとんでもない、本当にできます。動画見てもしね、これ参考になったなっていう方いらっしゃいましたらいいね。どっかのチャンネルで忘れちゃうそうだなっていう場合はですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。私どもジャダワではですね、こういったようなお子さんをですね、どんな子でも救ってみせます。ですからお父さんお母さん、もし何かですね、小さいことでも質問があったらですね、コメント欄に書いていただければ必ず答えますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当今日はありがとう。いや、こちらこそありがとうございました。